こんにちは、アンナスです。今日はナチュラルキッチンのカレンダー、ファブリックカレンダーを見つけたので、これに刺繍してみようと思います。こちらが今 YouTube ライブでずっとやってるセリアのファブリックカレンダーって言っても3、4年ぐらい毎年刺繍してるんですけど、これは1枚なんですけど、ナチュラルキッチンでね売ってるのなんかちらっと見たことはあったんですけど、買い逃してて今年やっと買えましたこれも多分何年も前からやってると思うんですけど、こんな感じで毎月なんかこう終わったら切ってもいいのかなって思うんですけど、これにちょっとアレンジしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではこれですね。なんかミシンでここがこうまとめて縫ってあって、で毎月こうめくっていく感じ。でもなんか切ったりとかもしてましたね、ここで。でこれかけておいて、で1枚ずつ切って使うか人それぞれお好きなようにどうぞだと思うんですけど、でこれに刺繍しようと思うと、ここがくっついてると刺繍しづらいので、ちょきちょき切ってでなんかやっていこうかなと思います。でカレンダーに刺繍でアイデアとしては普通にある季節の例えば1月とかだとこういう季節もの私はよく作ってるというか、アンナスの和の刺繍っていう本で、日本の和のモチーフって結構季節ものがすごく多くて、例えばこの鯉のぼりの図案を例えば5月の、この辺とか、空いてるところとかにこう刺繍したりとかっていう感じで、蝶々とかだったら、蝶々は和のあれじゃなくても普通に他の本にも載ってますけど、そういう感じでその季節ものをちょっとね、こういうお花、なでしことかこう春とか秋とかっていういろいろあるので、そういう季節を追いかけて刺繍する場合は結構この和の刺繍がおすすめなんですけど、もう一つ家族とかのお誕生日の日付になんか印をつけて、でケーキとかの刺繍をするといいのかなと思ったんで、ハッピーバースデーはね、この図案とケーキとあるんですけど、これだとちょっと図案が大きいから、わかりやすくケーキで3つあるんで、3つもちょっと刺せないから、1つだけ今日はこの右側のやつを刺してみようと思います。それでなんか自分の誕生日で申し訳ないんですけど10月が誕生日なので、10月のなんかこの辺ぐらいにケーキの刺繍をして、で自分の誕生日に丸をつけるみたいな、ちょっと恥ずかしいんですけど、皆さんは自分とか、あと家族とか、あとペット、なんか犬とか猫とかのお誕生日にやってもいいかなと思います。これ結構刺繍枠が難しいですよね。やっぱ一旦切った方がいいですね。じゃあまず一旦切ってから刺繍していきます。できるだけこのギリギリにカットして、もしくはこのミシン目をほどくっていうのもありですけど、毎月ちょっとずつ切っていってもいいですね。で図案を写してでやっていきます。
はい、では図案を写していきます。これはチャコペーパーですね。チャコペーパーをめくって布の下にセットして、で紙と布を待ち針で留めます。で力を入れてなぞっていきます。丸定規も使います。はい、写ってました。こんな感じで。で、私は、お誕生日に丸をつけます。10月の3日のところに、どれぐらいがちょうどいいかな。14か15ぐらい。14ぐらいにしとく。丸のサイズ感ですね。14の丸のサイズで丸をしました。じゃあこれで刺繍していきます。ちょっとギリギリかなちょっとギリギリ。もし本当に端っこの方に刺繍したい方は布を継ぎ足してください。継ぎ足そうかな。ちょっと布を持ってきます。で、刺繍枠をはめるので、だからこれぐらい。何でもいいです。歯切れでいいです。ペラペラのもう刺繍できないような、なんか適当な布を捨てるような布でいいんで、で、縫い合わせます。まあ刺繍糸がなんか残ってたら刺繍糸、残り刺繍糸でもいいし、まあ縫い糸でも何でも。私結構こういうの雑なんで目が粗いんですけど、これを教室とかでこういう感じでやりますって言ってこう渡すとすごく丁寧に目が細かくてまっすぐ縫う人とかもいてすごいなって思うんですけど、まあどうしても性格上私はこんな感じですね。もっと細かく縫ってもいいと思います。ただここが刺繍が重ならないようにだけちょっと気をつけて、刺繍の図案のところには布が重ならないようにしてください。じゃあこれで枠をはめて、で刺繍していきます。ではまずここの下の台の部分から埋めていきます。ピンクにしました。ちょっとなんかケーキだし可愛い感じにしようと思うので、2本取りでちょっと上のところに刺
しようかな。小さい波縫いを入れます。玉留めでもいいです。で、一つ前の穴に刺してギリギリで切ります。で、刺し方は縦に刺していきますね。で、端っこから刺せないので、だいたいこの半円みたいなのがいっぱいあるんですけど、そのちょうど真ん中あたりにまっすぐ線を刺して、半円をたくさん作っていきます。で、私ちょっと横に向けて刺す方が得意なので、ちょっと刺繍枠を向きを変えて、この半円をたくさん作っていきます。はい、ではこの足の部分は横横に刺していくので、このまま横に同じ色で刺していきます。ちょっとここの細かい部分は頑張って横横に入れてください。はい、では次ケーキに行きます。裏に絡めて、でまた縦にもう端っこから順番に埋めていきます。はい、ケーキができたのでキャンドルを刺していきます。これも縦に何回か埋めて、キャンドルの、これぐらいの太さでいいかなみたいな、なんか細いキャンドルがいい人はあんまりたくさん刺さないで、太いのがいい人はちょっとこう多めに刺すっていう感じで、その辺はご自身で好きなようにアレンジしていただいて、でこんな感じです。で裏に絡めて、で今度は炎の部分も2本取りで続きをするときは裏に絡めて、で、レゼーデージーステッチですね。まず出します。で同じ穴に刺してキャンドルのサイズ、針の先をぴょこっと出します。で針に糸をかけて上に引っ張ると輪になります。で輪の外側に針を刺すと、はい、出来上がりです。これを全部やっていきます。はい、これであとキャンドルじゃないや、ケーキのところのこの金糸で私やってるんですけど、このなんか模様みたいなのを、白でやっていこうと思います。で金糸の場合は1本取りだったんですけど、普通の刺繍糸だと1本だとちょっと細いんで2本取りで、コーチングステッチですかね。上からコーチングステッチって書いてますね。でなんか空中でやるの難しいんで、
ちょっとペンで書いておきます。ただね、あんまりペンで詳しく書けないので、なんかざっくり印をつけるぐらいの感じでいいと思います。なんかこう二重線やるんですけど、一重でいいと思います。だいたいこの辺かなみたいな。これに沿ってまず作って、下が三重ですね。ちょっと三重入らなかったら二重でもいいんですけど。で、コーチングステッチはまずこの線の始めと終わりに針を入れて、これだと直線になってしまいますね。なので一番膨らんでるところから針を出してギュッと持ってきて糸で同じ穴に刺します。留めるステッチですね、コーチングっていうので、これでいいかなって思う人はこれでもいいですし、ちょっとカクカクが気になるなっていう場合はどんどん足してください。その留めを足していくと曲線が綺麗な曲線になっていって、留めが少ないとカクカクが目立つかなっていう感じですね。で、次もとりあえず渡しておきます。ちょっと余裕持たせておいてもいいかな。で、ぐいっと持ってきて、もうここはね V になるぐらいにピンと張っていいと思います。で、あとちょっと留めるんで、ここでもたついてると結構余ってしまうんで、最初はもう英語の V の文字みたいにビシッとなってていいと思います。だいたい3箇所ぐらい留めるのがいい感じですね。で、またこんな感じで渡して留めのステッチ。で、追加でこれは下書きがないんですけど、この最初のあれに沿って、ここ渡すところはここですよね。で、もうだいたい目分量でこの辺かなみたいな。で、また留める。こんな感じでちょっと継ぎ足しつつやってみてください。で、下も同じように2列3列ですね。でも2列しかちょっと無理そうだったらもう2列でもいいと思います。はい、ではできたので、これを取ります。いきますね。はい。で、この数字のところに、だからその数字、私はここだったんですけど、例えば下とかだったらこのモチーフが右に来てもいいし、そこはちょっと自分のその丸つける位置との兼ね合いでモチーフは移動させてください。で、3本取りでチェーンステッチをしていきます。まず線の上から針を出します。で、同じ穴に針を入れて、ちょっと2ミリぐらい先に針を出します。で、糸をかけて上に引っ張る。
リゼデージステッチと一緒ですね。でまた輪の中に針を刺して、糸はちょっと避けといて、で少し2ミリぐらい、さっきと同じ幅です。頭を出して糸をかけて上に引っ張る。これを繰り返します。はい、これで最後輪をつなぐときは、一番最初に作ったチェーンステッチの間を布を触らないでこうやって針だけ通します。で一番最後に作ったチェーンステッチの輪の中に針を刺すと、これでナチュラルに丸になります。玉留めでいいですかね。裏にいっぱい絡めてもいいですけど、どちらでもいいです。で結構布が薄いので、ちょっとギリギリで糸は切っといた方がいいです。表に出てきてしまうんで。これでちょっとアイロンかけて、ここをちょっとねお水で図案分けしてアイロンかけて、これで出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。